これ書いて四季感を感じる花付けがあって実もなって仕上げとして人工芝中心的には鈴木さんの考え方でそれに対してちょっとウェイトをつけるっていうのが我々の役目で。奥様がこういう庭にしたいと書いていただきまして、お客さんが理想としている庭を現実的にしていくというタイルを貼る下地をやっていきます。できるだけ手間暇かかんない構成にしてるんですけど、よいしょ、花壇系は全部これでできましたので、培養土入れて、あと植栽をしていきます。はい。じゃあこちらの植物を植えていくと。そうですね。まあお客さんの方からご希望があった種類の色がもみじ、さつき、大村、芍薬、まあこれはちょっと俺の方で提案したやつを、それから山帽子を植えていきます。で、あそこのシンボルは一応ジュンベリーここに行きます。まあ落葉で花もつきますし実もつきますし、まあ楽しめる木だと思います。はい。ちょっと憩いの場所になるんで、そんな感じで。あとはちょっとねじめのためにちょっといろいろアベリアとかシナンとか木草類で香木の足元に植えていく野場のラインに一応両々入れています。どこまで植えるかっていうのはまた植えた後でご相談されると思いますけど、はい。じゃあある程度残しておくところも。そうです。もう花壇に野菜園にするとこもあるという形ですから、まあ一応そんな感じですね。
これがじゃあシンボルツリーになるかな。これがジュンベリーね、大きく成長できるように。シンボルツリーってどんな木がいいとかってあるんですか？いやいや、それは場所用途によって違うし、思い出とかなんかあれば別に種類は構わないんです。何でもね。だからまあ一応ここにおいては花四季感を感じる花付けがあって実もなって、まあ木陰にもなるという、冬は落葉で紅葉もすると、まあ四季折々の変化をもたらすやつをまあ一般的にはしますけど、好きな植木を一応シンボルという感覚で中心とした形で植栽していけばいいんであって、まあ限定はないんですけど、はい。あと防水シートはもう現状のまんま貼っちゃったんで、人工芝吹く前に砂をまいて、砂で高さ調整して、それで人工芝引きます。ここにちょっと靴入れを。じゃあ買ってここから出てきた時用のってことですか？そう。でこれとこれの組み合わせでスリッパ置きつか棚を作ります。そっちの木材はじゃあ切り込みが入ってる木材とかですか？もう売ってるんです、切り込みが入ってるやつを。まあそれを利用したものは早いかなと思って、あえてそれで板を切ってその切り込みのある方に。そうはい、これでしちゃうっていう感じですね。仕上げとして人工芝この砂の上全部引いちゃいます。はい、それで一応肯定的に終わりです。はい、人工芝もお客様のイメージに合ったやつで、はい。
る改正。一応これで全体の完成です。まあ土を入れましたから新しい土を入れて、で今までの雑草の根は防草シートを押さえた上に土を入れましたから、これから出ても、まあ、種が飛んできてこぼれてっていう感じになると思いますけど、まあこれ空間開けてるのがある程度大きく育てるのと、まあ、あとお客様の方で好きなやつをまた植えていくという感じで、まあ一応主的な主木的なものは決めました。で当初のスケッチにはなかったんですけども、水勾配の関係であまりにもポイントがないんで、間に流尿ひげ入れてアクセントを入れてます。洗い出しすぐタイルつく、なんかこう縁切りがないと一応口取ってタイルという感じで、まあそれは付け足してます。はい、でこのタイル、まあ一応ここがシンボルで、僕はもう一応ベンチ花台的な感覚で、まあ花壇だけになってたんですけど、一応これデッキから出て目線がこちらの方に一応ポイントを作っちゃったのは雰囲気的にもいいんで、古い家を周りに囲ってポイントとしてしてます。次のデッキをで花壇を2つ、まあ、この花壇の菜園野菜系を植えたいというありまして、ある程度の植物は平気ですから、はい、で全体人工芝で一応描きまして、まあデッキにしたもんじゃり、立ち水線もデッキの今まで下だったんですけど、デッキに合わせてあげました。あとこう出入りするのにちょっと草履とかスリップが置けるっていうやつを欲しいと言ってましたから、あんまり大きいともね、風に飛んじゃうんで、このぐらいで、これだけ溝を切ってあるやつが売ってるんで、そういうのを使えば結構簡単にできます。板を大きくすればテーブルになったり全てで、これの足も2倍の太さの足も売ってますから、非常に簡単にできると思います。まあ今回これ以上です。金井さん的にはじゃあイメージスケッチからこう実際に作ってみて具現化できたなって感じですか？いやだからバランスの問題で、我々なんかもう図面で描いて形でずっと修正しますから、だからそれと一緒ですから、まあ奥様のイメージがこう花壇の位置、それから雰囲気 R がっていうことにおいては非常に面白い。まあ、ここの入り口なんかもこうやって直線ですけども、
花壇を歩く肺炎に近い形にしてる。そうするとアプローチが自然的に直線じゃなくて、それに強調するためにニューロンヒレ付け足したんですけども、はい、もう大体必要な位置にこうだっていう感じで非常に的確に書かれてましたね。はい、測ってこうだっつうことじゃなくして、それでいいんですよね。うまく収まったと思いますけど、これで一応全部終わりました。で今建物の室内とかああいうのも、お客様のご意見を聞いてレイアウトとかはしていきますから、だから当然もう中と同じような感覚で外もやっぱし自分の感性でここにこうっていうような感じはやっぱし主張して、そういう形の庭作りのものはお客さんにとってはいいよろしいかと思います。はい、あとはもう我々はその絵柄にのっとってご予算に合うか合わないかで調整して現実的にしていくという方向ですから、その上中心的には瀬主さんの考え方で構成的にも、それに対してちょっとポイントをつけるっていうのは我々の役目で、そういう庭が増えると思います。はい、今回はこれで一応終了させていただきます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。